松浦さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか？今日はですね、綺麗に花が咲いてきていますんで、前紹介したやつの再度また2回目の紹介っていうか、ちょうど花がきれいに咲いてきたんで、それも紹介していきたいと思います。それとですね、今たくさん花を作ってるんですけど、それがいろんなのが仕上がってきてるんで、それも途中経過で紹介していきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、まずキンギアナムですね。キンギアナム苔玉に作ったやつがですね、きれいに咲いてきております。紹介した映像よりはですね、少し花がこう咲いてきたと思うんですよね。でもまだつぼみもありますし、結構1ヶ月以上後咲いてくれると思うんですよね。で、あと2組残っておりますんで、大体同じような株で作っております。紅白でセットで作っておりますんで、よければですね、ご購入の方よろしくお願いします。あと2組になってしまいました。はい、ちょうどいいぐらいかなと思うんですよね。で、これもですね、釣るようにしていますけど、置くこともできますので、テーブルの上にですね、皿の上でこう楽しむこともできます。で、基本的に乾いたら水やるパターンですごい管理してあげると長く楽しめます。で、苔もどんどん仕上がってきますんで、苔もきれいになりますから。はい、でこれもですね、去年ちょっと残ったやつもですね、今年きれいに今つぼみがついております。ですから、ちゃんと水やり管理してやればですね、で冬寒さに当ててあげなければ来年もきれいに咲いてくれると思いますので、すごく丈夫な育てやすい花ですので、ぜひ挑戦してみてください。で、少し香りもありますので、温度がですねちょっと高い時にちょっと香りみたいですね。はい、香りが良くて育てやすくて綺麗だということで、紅白セットで、セットしておりますので、ご購入の方よろしくお願いします。松浦さん、これ、購入者からの質問です。はい、ちょっと省略して読みますけど、はい、植え込み材はバーク小粒のようですが、いつ頃の植え込み材でしょうか？はい、花が咲き終わるまでは植え替えの予定はないのですが、はい、バークにあまり傷みが見受けられません。はい、花後も 1,2 年はこのままで育てられるものか、この春に植え替えた方がいいものなのかという疑問です。はい、ご指導がてらご教示いただけると幸いです。はい、これはですね、2年前ぐらいに植え替えしたやつですね。でもそんな極端に回っていませんので、そんな急に植え替えする必要はないんですけれども、もし植え替えすればですね、私はですね、一応これスリット鉢で植えてるんですけど、スリット鉢の一回り大きな鉢ですね、それか、素焼き鉢かで植え替えされるといいと思います。で、植え込み材料はベラボンで植えておりますんで、水苔なんかで植え替えはしない方がいいんで、ベラボンで植え替えしてあげるといいと思います。で、植え替えもですね、ちょっと大きな鉢に、これちょっと大きすぎるんですけどね、ちょっと一回り大きな鉢でいいです。大きな鉢に鉢ごと抜いて植え増しという形で、横の方にベラボンを詰めてあげればいいと思います。根鉢も崩さずに植え増しという形がいいと思います。はい、としっかり4月になったらつけておりました肥料をですねやっていただくときれいに育ってくると思います。で、基本的に9月まではですね、乾いたら水やるというパターンで、管理してやってください。いつも熟々はダメですんで、乾かしてから水やるというのが大事になってきますんで、これからですね4月からどんどん成長期に入りますんで、どんどん株が大きくなってくると思います。もうすぐ咲いてくると思いますんで、花の持ちは結構いいです。はい、この今年咲かなかったバルブにまた来年咲いてきますし、下からもですね、新しいバルブができてきますので、大株にしてもらってたくさん咲かせるようにしてください。はい、でもなかなか成長はですね遅いんで、じっくり育ててもらうといいかなと思います。はい、ご購入ありがとうございました。植え替えはですね花5ですね。で、4月中旬から5月ぐらいがいいかなと思います。で、ベラボンもですね今販売するようになりましたんで、クルカル村の販売所の方をチェックしてみてください。前にフィズと
暁というデンドロビウムの2つセットを紹介したんですけども、それのフィズの方が咲き始めたんで、それを紹介したいと思います。でも前紹介したやつですね、まだつぼみが硬いんで、どんな花が咲くかっていうのを紹介していきたいと思います。これなんですよね。はい、フィズの苔玉です。これがですね、1月に紹介したやつですよね。まだつぼみ硬いです。普通加温してなければこんな感じです。でこちらは加温しているハウスで育てたらもうこういう形で咲きましたんで、こういう色で咲いてくれます。綺麗です。でつぼみがいっぱいついておりますし、こちらもですねまだつぼみは硬いけど今からどんどん育ってきますし、苔玉にしておくとですね、根がニョキッと出たりして、これも楽しいと思うんですよね。根の動きが面白いんで、はい、綺麗に育ってくれます。これがフィズです。これがですね暁ですね。はい、デンドロビウムの暁、この前セットで紹介したやつはこれなんですけど、これが1の A というやつですね。まだ硬いんですよ。硬いけど咲いたらこんな感じです。で去年ですね、こんな株をこうやってつけていたんですよね。そしたらこう1年でこうなったという形ですんで、結構楽しみがいいし、ここに板につけることによってですね、こういった根の動きが楽しめるんですよね。前から言ってますけど、こう根の動き本当面白いと思いますんで、この辺も楽しめたらいいかなと思います。はい、こんな綺麗な赤色の花が咲きますんで。これから、はい、でもこれ咲くのあと、もう 2,3 週間はかかるかなと思うんですよね。でもうちょっと膨らみがちょっと大きくなったら進みが早くなります。はい、これが加温してないハウスはこんな感じ。加温しているところであればこういう形で早く咲いてくれますね。綺麗です。暁。はい、でこんな感じで株になってくるとまたいいかなと思います。それとですね、これの場合にはまた新しいバルブが、花後にバンバン出てきます。バンバンというかそう何本か出てきますから、これの成長も楽しみだと思いますね。はい、こんな感じ。これは後で、商品紹介できるかもしれません。でももう咲き始めたんで、今がちょうどいいのかな。本当4、5日前に咲き始めたばっかりです。こういう感じですね。これはおすすめの一品になると思いますね。はい、これが暁です。こういう感じで、これがですねデンドロビウムの2種類セットということで前に紹介したやつです。はい、こういう感じです。まだ硬いけどこの膨らみがどんどん大きくなってくるのがすごく楽しみなところですね。是非これもですね挑戦してみてください。水さえちゃんとやっていればきれいに育ってくれます。でこれからですね応用して板付けとか流木につけてやるとまた根もきれいに張ってきますし、楽しめるかなと思います。この付け方はですねクルカラ村のチャンネルで前やっておりますんで、そこ辺も見てもらうといいかなと思います。デンドロビウムフィズと暁の種類の紹介でした。この前ですね千葉県の篠田さんからアフィラムの映像が出てきて、その花芽がですねきれいに膨らんでいる映像がありました。でうちもですねハウス探してみたらありました。結構花芽がですね結構膨らんでるのもあるし、バランスよくこう育ってくれてるのがありましたんで、これも紹介していきたいと思います。ステンレスの網にですねくっつけたやつですね。こんな感じのやつです。もう花芽も結構大きくなってきました。バルブもですねいい感じでバランスよくこう立ってくれてるんじゃないかと思うんですよね。はい。で本当にこ
これが咲くのは多分4月後半ぐらいになるのかなと思います。4月、中旬から後半になるかなと思います。はい。でも本当にこの花の膨らみがすごく感動しますんで、ぜひこのですね、花芽の膨らみ成長を見てもらいたいと思っております。はい。で、苔もですね、グリーンで仕上がってきていますし、こういう感じのもいいのかなと思うんですよね。はい。で今年ですね、これで高芽がもし花追いに出たらですね、上の方にくっつけて、また大きいボリュームのある株がまたできると思いますんで、下に花ごに高芽ができたら上に回して、またこの株のボリュームをつけるということもできます。そういったやり方もですね、前に紹介しておりますんで、ぜひ見ていただければいいかなと思います。はい。アフィラム、はい。普通のアフィラムです。花芽いっぱいついております。これバランスもいいのかなと思っておりますんで。前紹介した板漬けのキャンディーですね。ちょっと面白くなってきました。はい。こんな感じでもうボリュームバリバリになってきましたね。で、普通はですね、こういう花が咲きます。キャンディー。まずクリーム色で咲いて、山吹色に染まるという感じで色がどんどん濃くなってくるというやつですね。はい。でもこれは加温してない、あんまり加温してないハウスですからつぼみ硬いんですよね。はい。これはもう早く咲いてくれたやつということで、これがですね、前紹介したキャンディーの板漬けの6番というやつですね。花芽ついております。これも小さい花芽がついておるんですけど、これが伸びてきますし、上の方もですね、うまくいけばこの調子やったら今年また花がついてくれるかもしれません。でもし今年花がつかなかったら来年また花がついてくれますんで、こんなちょっとお化けみたいな暴れる感じが私は好きなんですね。こういったのが面白いのかなと思っているんですけどね。はい。花ごには観葉植物として楽しめると思います。これが去年苗を苔玉にしたやつですね。花芽が大きくなってきました。こういう感じ。こちらもですね、花芽分かります？小さいトゲトゲがあるんですけどね。はい、加温しているとこういう形でどんどん伸びていきますんで、面白いのかなと思います。はい。こんな株は、やっぱ3年4年しないとできないんで、はい、こういう感じで仕上がると面白いのかなと思います。これもですね、花ごには板漬けとか流木漬けちょっとしてみたいなと思っているところですね。板漬けとか流木漬けすることによって板に根がつきますんで、管理も少しは楽になっていきます。はい。今はですね、この苔玉の場合にはほとんど乾燥が早いんで、2日に1回、晴れた日にはもうほとんど毎日水やってる状態ですね。乾いたら水あげるという形で対応しております。どちらもですね、9月までは乾いたら水やるというパターンで管理してやるとうまく育ってくれると思います。バルブもですね、もしシワになったらちょっと長めに水につけてやるとまた戻ってきますんで、はい、そういう感じで育ててみてください。これはですね、普通だったら上に向けて、金具で留めていくんですけれども、私の場合には自然な放置で自分の好きなように伸びてくださいよ、重力にですね負けずに自分の成長に合わせて伸びてくださいねという育て方をしてますんで、これが一応自然かなと思いますんで、もう自然な方法で自分の好きなように伸びてっていう感じでやっております。あんまり手を加えずにですね。その代わり苔玉の場合に乾きが早いんで水やり管理だけすればですね、こういう感じで
バリバリのボリュームの株ができてくると思います。はい。4月になってしっかりと、ちゃんと肥料はやらなくちゃいけないですからね。ぜひ挑戦してみてください。はい。こんなの今たくさん作っております。でやっぱりですね2、3年かけていいものを作ろうというコンセプトでやっておりますんで、これからもですね、これはですね今年花後に板付けか流木付けかしてですね根っこをきれいに張らせてかっこよく仕上げていきたいと思っております。はい、そこら辺もこれから紹介していけると思いますんで、ぜひ、チャンネルの方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。これがですね、キャンディーの板付けの6番ですね。6番、はい。これはおすすめの一品です。はい、本当にここまでするのは結構年数もかかっておりますんで、はい、ぜひ欲しい方は手に入れてもらって、これからまた自分のところで、頑張って育ててみてください。もう花芽結構ついております。硬いけどついておりますんで、でこのバルブも新しい去年のバルブもしっかりしておりますんで、ここから出る可能性もあります。もしここから出なかったとしてもまた来年咲いてくれますからね。夏はですねもうバリバリ観葉植物として、楽しめると思うんですよね。はい。でも置く場所を考えてもらって、引っ掛ける場所もですね結構重いんで、かける場所も考えて、もらうといいかなと思います。はい、こういう形ですね。この先まで花芽ついてます。花芽です。花芽がついてます。これがですね、去年世界ラン展で、大賞を取ったポリアンサムの株っていうかその小株ですね。小株っていうか苗なんですよ。ポリアンサム。すごく10本ぐらい垂れていてすごく綺麗なやつでした。それが世界ラン展の大賞を取ったということで、もうすごく綺麗でしたね。で今年の世界ラン展も、それがですね入賞しておりまして、また今年もすごくボリュームのあるやつで、見事でした。で苗を欲しいなと思っていたらですね、YouTube ファンの方がプレゼントしていただきました。朝日さんどうもありがとうございます。はい。もう本当に思ってもいなかったんですけど、ネットでやっと探してですねプレゼントしていただきました。はい。いつもですね、ボランティアで植え込みとか手伝ってもらったりいろいろしてるんですけども、こんな苗までいただいて本当にありがとうございます。大事に育てていきたいと思います。今回はですね、この素焼き鉢、穴が開いている素焼き鉢にちょっと植え増しして管理していきたいと思っております。はい。この綺麗な花、どれぐらい成長するか楽しみなんですけれども、はい、これからきれいに育てていきたいと思っております。こういう感じで、やはり、10本出しはですね5年ぐらいじゃ育たないかなと思います。失礼しました。はい、私もですねこれを育ててみてきれいに育てていきたいと思っております。何年かかるかわからないけれどもですね、一応ですね去年おととしぐらいの古いバルブがあったんで、今バルブ伏せをちょっとしております。どうなるかちょっとわからないんですけどね、そういったのもちょっと挑戦してみて、新しい苗を作っていきたいと思っておりますので、はい、これもですね、高芽が出るかどうかわからないんですけども、そこら辺も様子を見ながらこれから育てていきたいと思います。はい、やっぱ綺麗ですよね。はい、なかなか苗が手に入らないので、今回は大事に育てていきたいと思っております。はい、どうもありがとうございました。